今この目立て作業っていうこのベルソーっていう道具を使って、細かい溝を作っていってでこの、溝が今1層やったところから、あと15層全16層方向を変えながら溝を作って、グラデーションの出せる重厚な溝、黒いインクが引っかかるような部分を全体に作っていってます。ちょっとで終わる。きました。これは、ベルソーっていう道具で、ここに無数の点ができるように細かい刃がいっぱいある感じの道具なんですけど、ベルソーって言ったりロッカーって言ったり国によって呼び方が違って、溝、一番最初に使う目立ての溝をつけていく道具ですね。結構人によって目立ての黒の質感も違って、自分の絵の雰囲気を出すにはやっぱり最後こっちで目立てを自分の体重をかけて溝を作ったので、最後4方向は仕上げるっていう感じにしてますね。目立てコツってあるんですか？これやったらうまくいくな。腕を安定させる。腕の位置でも多分その均一に動かすみたいなのはおそらくやっぱ慣れなのかなと思うんで、最初やっぱ力が全然入ってなくて線もブレてるし薄いしみたいな、薄いと単純に黒くならなくてもうグレーしかできないんですよ。目立てされた版も一応売ってはいるっぽいんですけど、でもやっぱり機械で目立てした版はやっぱ彫った時の感じ全然違うんですよね。普通にもう画面の表情が変わるから別の作品みたいな。銅板に、ベルソーで溝をつけていって
今こう黒全面ほぼほぼ全面黒の状態にしたところからスクレーパーっていう、削っていく道具で、白い部分を掘っていく、白になる部分を掘り起こしていくっていうような作業をやっていきます。もともと大学生の時に油絵で大学に入ったんですけど、大学入った時、描いてたその油絵がなんか白いキャンバスが怖いというか、白から描き始められなくて、だからいつもブラックジェッソで真っ黒に塗って光の部分を描き出していってたんですよね。でなんかそれがもともとなんか自分の描き方だったから、メゾチンとはまさに同じような光を描いていく、黒いキャンバスや黒い画面を見た時にその中に浮かんでくる世界とか展開していく世界っていう感じの描き方をしてるから、汚しちゃうって思うんですよね、多分。白色をそう白になんか一個色とか置いちゃったら、もう取り返しがつかないみたいな、どうしようっていうこの謎の強迫観念みたいな。するために、1日前に紙を、湿らせておかないといけなくて、ちょっと紙を切って湿らせていく作業をやります。下準備ですね、すりの。なんかこの辺もずらっと祠が並んでて、なんかちょっと異次元感がやっぱあっち側まで、多分この林あたりまでおそらく全部神社だったみたいで、なんか空気違うんですよね。なんか静かで。そうですね。なんか本当神社とかってなんかこう見える世界と見えない世界の境目とか言われるんですけど、なんか本当その空気感というか、それがやっぱ肌で感じられる。だからなんか絵を描いている時もできればその状態で描きたいですよね。ちょうど中間に立って別の世界のものを3次元で形にする、そういう気持ちになれるというか、そういう状態になれるっていう意味でも、なんか自分にとって神社とかそういう静かな場所っていう存在は必要なのかなと思ってよく訪れてます。結構この段階が一番なんかその銅の感じとインクの感じすごい反射して綺麗で好きな状態ですね。彫りは見えても
明るさがあんまりやっぱり銅が全体が反射してるから細かいところまで把握できないって感じですね。ここから結構細かいそうですね。試し刷りしてまた彫り進めて試し刷りしてっていうのをだいたい3、4回繰り返して完成の版にする。一回インクを落とすか。ちょっと月ぼやっとしすぎたか。やっぱあと1回は調整いるな。こんな辺のちょっとディティール出したいなっていうのと、結構この草のあたり、私は多分もう全体描きすぎではあるんですけど、草の明るさみたいなのを少しもうちょこっと雰囲気調整したいかな。作品をとにかく作り続けられる自分でいたいなとは思ってて、やっぱり人生で何が一番喜びが大きいか、やっぱその自分が作った作品を通して人とつながっていくっていう喜びはやっぱり大きいなと思うんで、その作品を作る自分がやっぱり納得できて、人にもつながることができる作品を作るのってやっぱりかなり悩むし迷うし、自信を持つのが結構毎回難しいっていうところがあるけど、その自分のことを信じられる自分で生きていきたいっていうのがありますね。